どうもー、ベルです。今回は、ドゥームセイの駐屯ヒーローについての攻略をやっていこうかなと思います。ドゥームセイの駐屯ヒーローといえば、もうサンダーで、ちょっと前までは、もうサンダーが全てみたいな環境だったんですけども、実は今、かなり環境が変わってきています。今まで、正直、見向きもされてこなかったヒーローが、大注目されています。サンダー、確かに、硬いんですけど、明確な弱点があります。それは何かというと、損耗比です。サンダーを使えば、格上相手であっても、守りきることはできるんですけども、サンダー自体に火力がないので、損耗比で見たときに、圧倒的に、防衛側の方が、損害が大きくなってしまうので、最終的に負けちゃうんですよね。なので、今の時代は、駐屯であっても、しっかり火力を出していく。これがめちゃめちゃ重要視されています。ラリーを打ってるとき、打ってる側の方が損失少なくて、打つだけで、どんどん、相手に、被害を与えられるっていう風になったら、落としきれなくても、ラリーを打ち続けるじゃないですか。ただ、逆に、打ってる側の方が、損失が多かったら、基本、そのラリーって、中止するか、もしくは、守ってる側からしたら美味しいわけじゃないですか。なので、防衛側の方が、相手により多くのダメージを与えられるようにする。もうこれがかなり重要なのかなと思います。ただ、サンダーを使わない、損耗比を意識した防衛の方であっても、今もういろんな防衛の方があって、結局、どれが強いのかというところで、悩まれている方もいらっしゃると思いますので、ぜひ、今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、まずは、大前提となる、サンダー防衛の、基本形となる型を、3つ見ていきましょう。で、まずは、トム・サンダー。これが、現状、損耗比を無視して、相手に落とされないことを追求するとならば、最も硬い型になります。サンダーの回復効果。そして、トムの回復バフが乗って、相手から受けた攻撃を、もうほぼほぼ回復することができますね。ただ、相手へのダメージソースが、もう全然なくて、トム自体も、火力が高いわけではないので、損害はかなりもらってしまうのかなと思います。で、次に、サンダー・ルイですね。で、こちらも昔からある、定番の防衛ヒーローの組み合わせです。サンダーの硬さと、ルイの火力を、組み合わせた構成で、硬さと火力、どちらもある、構成になってまして、この構成の強みは、ルイが円形の範囲攻撃を持っているので、短期部隊で攻めて来られても、そこまで怖くないんですよね。基本的には、攻撃してきている短期部隊側の方が、多く損害を受けることになるので。で、また、ルイ自体も、駐屯のためだけに育成するのではなくて、野戦でもラリーでも、使っていくことができますので、育成難易度という観点から見ても、非常に優れているのかなと思います。では次に、サンダー・ビクターですね。
で、こちらは、ビクターが一度、ルーレットで入手できたので、結構普及してきた構成ですね。で、こちらの構成の強みは、サンダーの硬さと、ビクターの高い単体攻撃力にあります。先ほどのサンダー類構成と比べて、範囲攻撃がなくなった分、短期攻撃に対する耐性はなくなってしまったんですけども、ビクターは、部隊バフなので、歩兵で守っても、ちゃんと、バフが乗っていく点。そして、スキルダメージ軽減を持ってますので、硬さが上がる点。で、そしてなんと言っても、敵単体に与える火力ですね。これが、もうビクターはズバ抜けています。もう非常に高い火力を持ってますので、損耗比の観点からも、優れた防衛の組み合わせと言えるのかなと思います。で、つい1ヶ月くらい前までは、ランカーの中でも、もうこのサンダービクターチュートン一択という環境でした。ただ、今は環境が大きく変化してきていて、今、トップランカーの中でブームとなっているのが、リベンを用いたチュートンです。リベンは、宮本と同じタイミングで実装された歩兵ヒーローで、宮本のもう野戦での活躍がもう著しいおかげで、かなりリベンって影に隠れてしまっていたヒーローなんですけども、実は最近めちゃめちゃ再評価路線に入ってます。じゃあなんで再評価路線入ったかというと、リベンってそもそもの火力がめちゃめちゃ高いんですよ。で、シールド効果も持っているので、ちゃんと硬さも兼ね備えていて。ただ、それだけじゃ、リベンは採用されないんですよ。で、これ気づいて、ちゃんと使ってる人って、そこまで多くないと思うんですけども、今、これだけリベンが中トンで評価されているのって、明確な理由があって、じゃあそれ、何かというと、レイジスキル以外で発動できる効果が、相手の複数部隊を相手取るときに非常に優秀だからです。今、ダブルラリー以上打つときって、もう基本的にジュリアで打って、相手にレイジスキルを打たせないようにするんですよ。そして、ジュリアのレイジスキルで沈黙。すなわち、レイジスキルを、使用不可の状態にされてしまうので、レイジスキル打てないんですよ。じゃあそうなると、何が大事になるかというと、レイジスキル以外の強さなんですよ。で、それがリベンは非常に優れているだけではなくて、第3スキルと覚醒スキル。こちら見ていただきたいんですけども、どちらも能動的に発動するスキルではなくて、相手から攻撃を受けたとき、すなわち受動的に発動するスキルなんですよ。これって普通の野戦であれば、そんなに強くないんですけど、ダブルラリー以上を受けてるときって、こちらが攻撃する回数よりも、相手から攻撃を受ける回数の方が当然多いじゃないですか。なので、リベンの通常のスキルの発動機会というものがめちゃめちゃ多いんですよね。で、この第3スキル3秒に1回発動できるというのもめちゃめちゃでかくて、本来であれば発動できたのに、この発動回数制、発動あれですね。発動時間の制限のおかげで、なかなか発動できないっていうこともあるんですけど、3秒に1回が発動条件であれば、
それに悩まされることもないので、もう非常に優秀なのかなと思います。で、そして、覚醒スキルもこれ、結構でかいです。相手から大量のレイジスキルを浴びれば、その分、ちゃんとシールドを獲得できて、第4スキルで、そのシールドを 30% アップ。そして、シールドがアクティブな間、カウンターダメージが上がるというのも、もはや集中攻撃されているときは、もう常にシールドを発動してるみたいな状態になるので、もう非常に優秀なのかなと思います。なので、リベンがただ単純に強いというよりかは、レイジスキルの発動を封じられた状況下で、複数部隊に狙われた時でも、ちゃんと対抗できる強さがある。これがリベンの強みです。ただ、正直、覚醒させないと、シールドの発動タイミングの問題もありますね。また、あくまで、ダブルラリー以上を受けてこそ、進化を発揮するヒーローなので、今までのヒーローの中で、一番上級者向けのヒーローなのかなと思います。じゃあそのリベン、誰と組ませて駐屯していくかというところなんですけども、リベンの相方、2パターンあって、それは誰かというと、ライゴローとビクターです。まずは、ビクターから行こうと思うんですけど、彼、これまでは、サンダーと組み合わせるのがメインでした。ただ、このリベンとも、組み合わせることができて、ビクター自体が、そもそも、非常に優秀な火力型の駐屯ヒーローで、リベン自体も、レイジスキルを打てれば、結構な火力になるんですよね。なので、今、リベンとビクターを組み合わせた駐屯を格上のプレイヤーがしている場合、もはやラリーを打てなくて。ラリーを打っても、ラリーを打つ側がもう大損害をもらうだけになっちゃうので。私がシングルラリーを打つときにトップクラスに嫌な駐屯ヒーローの組み合わせはこれですね。本当に強いです。で、そして、もう一人なんですけども、まさかの初期ヒーローのライゴロです。サンダーがいない時には、トムライゴロー構成で、駐屯で大活躍してた彼なんですけども、サンダーの台頭によって、日の目を浴びることは、もうほぼほぼなくなってしまいました。ただ、彼がここに来て、再評価路線、入ってきてます。彼は、シールド効果をレイジスキルで持っていて、第4スキルで、シールド発動中の余ダメージアップを持ってるヒーローなんですけども、これまでは、シールド効果を発動できるヒーローが、ほぼいなかったので、この第4スキルの進化を、正直、発揮できていませんでした。ただ、リベンと組み合わせれば、常にシールドを発動してるみたいな状態になるので、めちゃめちゃ強いんですよね。で、それに加えて、第2スキルで、もうちゃんとカウンターダメージを上げていけるので。また、リベンって、駐屯才能を持ってないので、そこが駐屯するときの、もう明確な弱点だったんですけども、ライゴロは駐屯才能を持ってますので、それが駐屯才能を持ってないという弱点が解消されて、
かなり中東の能力が上がっていくので、非常に優秀なのかなと思います。そして、じゃあ、ライゴローと、ビクター、どっちが優秀なのっていうとこなんですけど、これは、相手がシングルラリーだったら、リベンビクター。逆に、ダブルラリー以上であれば、ライゴロー。私はこう考えてます。これには、もうちゃんと明確な根拠があって、世界トップクラスのライゴローリベンチュートン。そして、リベンビクターチュートン。私はどちらも、ラリーを打ったことがありまして、ちょっとビクターの時のレポートは、消しちゃってもうないんですけど、正直、シングルラリーで、リベンビクターチュートンを攻撃した時は、もう相手の火力がやばすぎて、こっちの方がめっちゃ被害多かったんですよ。で、そして、今、レポートの方、お見せしたいと思うんですけども、こちらが、ライゴローリベンチュートンに、ラリーを打った時のレポートで、まあもちろん、負けてるんですけど、まだマシなんですよ、これ。これ相手は、なんかさも当然かのように、全部上位並走かつ、レアスキル全開放っていう、ほんと意味わからない、強さの相手なんですけど、それでも、損耗比、だいたい 1.5 倍でこっちが負けてるんですよ。これ、私がリベンビクターチュートをしていて、かつ、この相手より弱い。まあ弱いと言っても、上位並走星5で、パーツも10個くらい、白があった人なんですけど、これより、被害が多いレポートになってたので、相手に与える損害の量という意味では、やはり、リベンビクターチュートンに軍配が上がるのかなと思います。まあ、ただ、ダブルラリー以上の場合は、この中トン才能にある同期防衛の、このスキルが発動するとしないとでは、めちゃめちゃ違うので、そして、レイジスキルを打てなくなった状態での強さで比べると、正直、ビクターよりライゴローの方が、第2スキル、第4スキルが、ライゴローの方が強いので、ライゴローリベンチュートンに軍配が上がるのかなと思います。まあ、あとは、硬さで言うと、相手がシングルラリーであっても、ライゴローリベンに軍配が上がるのかなと思います。まあ、ただこれ、注意すべき点があって、今、世界の最上位帯でのブームは、確かにこれなんですけど、あくまで、並走を星5にして、パーツも真っ白の化け物クラスが使ってるからこその強さでもあって、リベンがちゃんと覚醒してるからこそなんですよね。リベンを覚醒させてなかったら、正直、めちゃめちゃ弱いですし、リベンを格上とのマッチアップに使っても、すぐ倒されちゃって、補充が追いつかずに負けちゃうので、あくまで覚醒してかつ、相手と同格クラスの時に強い中トンなので、そこは非常に注意が必要なのかなと思います。じゃあ今、格上のプレイヤーから、見張り台を守る方法ってないのかと、疑問に思われた方もいらっしゃるのかなと思います。確かに、サンダーを使えば、守りきれはしますけど、それでも、損耗比がもうやばくなるじゃないですか。まあ、これ、おそらく、ほぼすべてのプレイヤーが知らなくて、私はこれを逆にされたくめちゃめちゃないので、まあ、あんまり公にしたくない奥の手なんですけども、公開します。
それは何なのかというと、ジュリア・ジェイコブ・チュートンです。まさか、ジュリアで駐屯する日が来ると思ってなかった方も多いのではないでしょうか。私、格上と戦うことばっかりなので、駐屯かなり悩んでたんですよ。サンダーを使えば守りきれるけど、それでも、損耗費がめちゃめちゃひどいことになっちゃって。で、そこで、めちゃめちゃ悩んだ末に思い立ったのが、そもそも単体火力最強って誰だっけっていうところで。で、単体火力最強はジュリアなんですよ。で、そして、最初はサンダーと組み合わせて使うこともあるルイと、組み合わせてたんですけど、それでも、そこそこ強かったです。ただ、なんか忘れてたんですよ。使ってはいるけど、目立った活躍がないので、正直忘れてたというのが、正しいんですけど、そういえば、ジェイコブいるじゃんっていうとこで。で、そういえばジェイコブって、駐屯に適性あるじゃんっていうところで、ジュリアのアシスタントで使ってみたんですけど、これがめちゃめちゃ強くて、こちらのレポート、見ていただきたいんですけども、こちらですね。こちら、相手、化け物です。装備も、こちらですし、兵装も、上位兵装星5の、フルセットに、装置もちゃんと星5です。これ、なのに、損耗比率勝ってるんですよ。これ、やばくないですか？ちなみに、前回のアイランドで、この人より強い人からの、ジュリア・ルイラリーを受けたこともありまして、レポートは消えちゃってるんですけど、その時も、損耗比勝ってます。これ、普通だったら、ありえないレベルなんですよ。これ、どう見ても、勝てない差じゃないですか。この差で、サンダーチュートンなんてしたら、もう損耗比1対7とか1対10とかの、もうボロ負けして、もう被害が膨らむ一方になっちゃうので。ただ、このジュリア・ジェイコブ・チュートンなら勝てるんですよ。じゃあこれ、なんでこういうことができるかっていうと、ちゃんと、こちらのジュリアも、レイジスキルで相手を沈黙できてるので、相手のレイジスキルの発動回数を減らせている点。で、そして、ジェイコブが駐屯に限って言えば、めちゃめちゃ優秀なんですよね。範囲攻撃のレイジスキルでカウンターダメージアップ。そして、第2スキルで4ダメージアップ。そして第3スキルで、おまけ程度なんですけど、攻撃ダウン。そして、第4スキルでダメージアップ。で、このダメージアップスキルもめっちゃ優秀で、駐屯だったら、部隊数が 50% 以下になることってザラじゃないですか。で、そして、これ 30% 以下になれば、ダメージも 20% 上がるんですよ。で、一応これ、日本語だと 20% 減少になってるんですけど、戦闘ログ上では、ちゃんと、部隊ダメージアップになっていて、英語版では、ちゃんと増加になってるので、そこは、ご安心いただければと思うんですけども、とにもかくにも、駐屯なら強いスキルばっかりなので。で、そしてこのレポート、もう一つのレポートですね。このレポートなんですけど、相手、そこまで強くないんですけど、こっちがラリー受けてて、この差なんですよ。これ、やばくないですか？で、この差であれば、相手はもはやラリー打てないので、
ただ、あくまでこれはシングルラリーでの話で、ダブルラリー以上は当然、格上相手じゃ受けれません。一応その際は、ジュリアのスキルが、期待できなくなるので、ジェイコブをリーダーにしていって、中トン才能ぶり。そしてアシスタントに、ジュリアをつけるか、サンダーなどを、つけていくイメージですね。試したことはまだないんですけど、ジュリアをリーダーにしても、ダブルラリー受けてる時だったら、沈黙しちゃって、スキル打てなくて。そうなっちゃうと意味ないので、そういう時は、ジェイコブをリーダーにしていって、この同期防衛を発動していくのが良いのかなと思います。ただ、それでも、なかなか、ダブルラリー以上はかなり厳しいので、複数ラリーに対する、ヒーロー構成で、今、一般的に今一番流行ってるのは、リベンを、用いた構成。でももちろん、相手次第では、全然サンダーと、ビクターでも、戦っていくことができますし、非常に多彩な選択肢があるのかなと思います。で、対シングルラリーでは、先ほどお伝えした通り、ジュリア・ジェイコブという、選択肢もあったり、ほんとかなり中トンヒーロー、面白いことになっているのかなと思ってます。ただ、ここで注意が必要なのが、別にサンダーが弱くなってるわけじゃないんですよ。サンダー、確かに損耗比で考えると厳しい面があるのも事実なんですけど、格下にラリーされた時はほぼほぼ落とされませんし、あとは部隊を回復してくれるので、補充が追いつかず負けるってことが少ないんですよね。まだ補充が慣れてない同盟やオンラインの人数が少ない時にはサンダーがめちゃめちゃ強かったり、リベンチュートンや、先ほどの、ジュリア・ジェイコブ・チュートンは、覚醒することが、もう必須なんですけど、サンダーは、もちろん、覚醒した方がいいものの、レイジスキルだけ上げちゃえば、一応は使えるので。で、今後もサンダーは、もう最前線で使われていくのかなと思います。あとは、先ほどの、リベンや、ジェイコブなど、使った時でも、追加でめちゃめちゃ強い人が短期部隊で襲ってきたら、部隊の耐久力という面では、サンダーに劣るので、落とされちゃうことがあるんですよ。ただ、サンダーだったら、相手の、めちゃめちゃ強い、野戦部隊が、ラリープラス5部隊で、襲ってきても、正直守りきることはできるので、今後も、サンダーは、長く、最前線で使われていくのかなと思います。中トンは、その時によって、最適なヒーローが異なったり、もう非常に難しいところではあるんですけども、アイランドや諸島で勝っていくには、避けて通れないので、ぜひ、今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。